はいどうも。今回は、こちら。ジャンク IH を修理します。付属品は電源コードですね。前回もやったんじゃないかって思うかもしれませんが、複数回鍋に修理したところ、カセットガスより低くて食べやすいけど、二口あると邪魔。となってしまったので、今回は一口です。前回の動画は右上に載せておきますね。メーカーはニトリ。型番が IH14AN で分かってるジャンク類は空炊きして壊れてしまっているとのことです。空炊きなのでおそらく温度フューズが切れてるんじゃないかと予想しています。それで治ればラッキーかもしれないですね。他にも今回のものはニトリで説明書が確認できなかったので機能があるかどうかはわかりませんが、大抵のものは温度監視していてそこまで温度が上がる前に止まってくれるはずなんですよね。なのでひょっとするとサーミスタの交換が必要になるかもしれないですね。サーミスタで温度監視できてなかったってことですね。それはまあわかりませんけど。でまず外観から確認していきます。とりあえず電源コードですね。電源コードは結構油ぎっしゅになってますね。この辺油溜まり込んでますね。ネジは錆びています。これは後で清掃ですね。そしてトッププレート表面ですね。擦れや焦げはありますが、破損はなさそうに見えます。背面も汚れはありますが、特に破損はなさそうですね。ファンは相変わらず汚いですね。これは油すぐのでしょうがないですね。外周ですね。外周もなかなかの汚れ具合になってますね。これは電源ボタンがないタイプですね。そしてこの IH はマグネットプラグタイプですね。マグネットプラグも破損はなさそうに見えますね。次に動作確認をします。電源入らないですね。主電源がないタイプなので、これで電源が入らないということはどっか壊れてますね。無反応ですしね。マグネットプラグに 100V が来てるか確認します。しっかり 100V 来てますね。温度フューズが切れた場合は完全に電源が入らないのか、それともエラーが出るのか、それもわからないですね。分解していきます。ネジは背面にあるので裏返しました。でネジが1、2、3、4、5、6、7箇所ですね。なんか落ちた。開けるとこんな感じなので詳しく見ていきます。まずコイルがあります。コイル、分離液がないコイルですね。焦げてないといいんですけどね、この辺ちょっと怪しい色してます。まあ、大丈夫なことを願っておきます。で、その中央にあるのがおそらくこれがサーミスタですね。で、隣、このガラスチューブに入っているものがおそらく温度フューズですね。で、その下にメイン基板。で、ファンがあります。そしてトッププレート側の下部に操作パネルがネジ止めされています。そして先ほど音がしたのはマグネットプラグの鉄芯ですね。これが落ちてきた感じですね。これ簡単に落ちていいんですか？どうなんでしょう。確認するために全て外してしまいます。まずはトッププレートから操作基板を外します。これはネジが1、2、3、4箇所ですね。操作基板のパネル側、タッチ側っていうんですかね。こんな感じになっています。見た感じの破損はないですね。コンデンサーも大丈夫に見えます。こちら側も破損はないですね。コネクタ抜き買ったんですよ。アリエクの100円のやつです。トッププレートの中央にはほとんど乾いてしまった熱伝導グリスが塗ってあります。これの接触不良が起きていて、サーミスタが感知しなかったってこともあるかもしれないですね。後々塗り替えですね。次にコイルを外します。ネジが1、2、3箇所とケーブルの2箇所ですね。コイルの配線固定に使われたネジについているバネワッシャー、小さすぎじゃないですかね。これでもいいんですかね。謎です。コイルにつながっているコネクタが2箇所ですね。こちらがコイルですね。中央にサーミスタとおそらく温度フューズがあります。今この状態で見るには汚れてるだけで割れてはなさそうですね。そしてコイルの焦げもないように見えますね。焦げてるというよりコーティング剤が厚くついてるだけのように見えます。そして裏側も特に破損はないですね。おそらくコイル自体は大丈夫だと思います。次に冷却ファンを外します。コネクタはこの部分ですね。で、ネジが2箇所ですね。これがファンですね。16V、0.16A のファンがついています。
油でギトギトですね。ファンの中央にこんな刻印がされているので、これがメーカーですね。相庭、相場。そんな読み方だと思います。ひょっとするとこの IH を作ってる元だったりするかもしれないですね。次にメイン基板を外します。ネジが1箇所。あれ割れてんじゃん。2箇所、3箇所、4箇所ですね。今2箇所目。基板割れてますね。かなりがっつり割れちゃってます。グラグラに動きますね。電源入らない理由。これもあるかもしれないですね。とりあえず外します。これはネジが食い込んじゃってるかな。メイン基板こんな感じですね。で、右上のこの部分、割れていてネジと一緒に取れてきましたね。いや、これは綺麗に割れたね。割れてしまっている部分以外は破損は特にないですね。コンデンサーも大丈夫に見えます。裏側、破損はなさそうですね。この部分以外は。割れてしまっている部分を拡大するとこんな感じになっています。結構がっつり割れてますよね。開き的にはこれぐらいですね。だいたい3ミリから4ミリほど割れてます。割れてるんですが、回路のパターン部分をきれいに避けてくれているので、接着すればなんとかなりそうですね。後で修復します。追加でマグネットプラグのカシム部分ですね。線出てきちゃってますね。これ後でなんとかしたいですね。反対側もそうですね。カシメ自体作り直した方がいいかもしれないですね。後々考えます。制御基板のフューズが切れてないか確認しておきます。大丈夫ですね。切れてないです。背面ケースの中身こんな感じですね。ところどころ油汚れがあるので洗っておきます。温度ヒューズとサーミスタを確認します。コイルの中央にあるこれがサーミスタですね。で、おそらくこのガラスチューブに入っているのが温度ヒューズになると思います。まずは温度ヒューズが切れているかどうか確認します。裏返すと、この2本が温度ヒューズですね。温度ヒューズから伸びているこのコネクタに通電があれば温度ヒューズは無事ですね。反応がなければ切れています。切れてますね。反応ないですね。温度ヒューズを取り外して確認します。温度ヒューズはただ単にはまってるだけですね。下から押し出すと外れますね。そしてこのシリコンっぽい何かを外して曲げてあるので戻す感じですね。これが入っていた温度ヒューズですね。SPF188H、192度のものですね。16アンペア、250ボルト。16アンペア。取れちゃいましたね。勝手に取れました。16アンペア。16アンペアのヒューズなんてあるんですか？一応今探してみたところ、16アンペアっていうものを見つけることができませんでした。あったので15アンペアがいっぱいいっぱいですね。なので15アンペアで代用しようと思います。日本のコンセントが通常15アンペアマックスなので、それで切れてくれた方がありがたいですね。ということでこれを注文します。サーミスタが正常かどうか確認しておきます。数値は一応左側に出しておきますね。結構ばらつきますね。結構ばらつきのに合わせてとんでもない数値になってますね。大抵温度が上がると抵抗値が下がる NTC サーミスタがついてるはずなんですが、正常であればこんな動きしないんですよね。よく見ると0にはなってないみたいなので、ひょっとしたらテスターによっては、テスターの電圧で自己発熱することがあるんですよね。それでこんな数値が出てるかもしれないので、テスターを変えてみます。こちらのテスターに変えてもう一度測ってみます。ばらつきなくなって安定しましたね。この状態でサーミスタを指で触ると、抵抗値下がってますね。指で触って抵抗値がしっかり下がっていくので、数値は別として動きは正常っぽいですね。おそらく100オームぐらいの NTC サーミスタだと思います。多分ですよ。今室温25度ぐらいなので、若干ずれてるかもしれないですね。
完全にスワミスタの数値が正常かどうかは別として、スワミスタは正常っぽい動きをしているので、フューズが切れた原因はおそらく、スワミスタの周辺に売った後の熱伝導グリスですね。が経年劣化して隙間がネルができて、温度検知できなくなって、肌温度まで行ってしまったってところじゃないですかね。まあ10年ぐらい前のものなんですが、異常温度感知機能はついてそうなので、その線が強そうですね。フューズを注文したので、その間にメイン基板の割れを修復しておきます。これは貼り付ければなんとかなると思うんですよね。やっていきます。接着剤がつきやすいように割れと割れの間を削ります。割れ部分は瞬間接着剤で貼り付けておきます。これで固まるまでしばらく置いておきます。油汚れでテカテカになってしまっているファンを清掃します。少し拭いてみましたが、見ての通り結構ドロドロなので分解して洗います。ものによっては今のようにこのリングを外すだけで簡単に外れます。まあ非分解式のものもありますけど、このタイプは楽ですね。ファンと背面カバー洗っていきます。一応このマイカバンっぽいものがあるんですが、経年劣化で剥がれてしまったので、これを剥がいでおきます。背面ケースと冷却ファンのバネ洗ってきました。かなり綺麗になりましたね。動画もかなり明るくしたので見れたと思います。分解したファンを組み立てておきます。ファンの中心の軸にシリコングリス塗っておきます。こんな感じですね。若干塗りすぎかもしれないですけど。あとは差し込んで、動作確認をしておきます。異音もなく回りますね。風量もしっかり出ています。出てますが約 0.18A くらい流れてますね。ファンの定格が 0.16A なので 0.02A ぐらい増えてますね。若干シリコングリスが重かったかもしれないですね。まあそれでもこれだけ回ってれば大丈夫だと思います。背面ケースの剥がれたマイカバンを貼り付け直しておきます。この古い接着剤は除去ですね。貼り付けは G クリアで簡単に貼っておきます。これで背面ケースは完了ですね。トッププレートの清掃をしておきます。まずは内側からですね。内側は拭くだけでいいと思います。内側はそこまで汚れてなかったので、これで終わりですね。トッププレート表面の清掃をします。まずはセスキですね。そこそこ汚れてますね。焦げ以外の汚れが落ちたので焦げ落としをします。で今回は前回ほど焦げがひどくないので、クリームクレンザーだけでなんとかなるかもしれないのでやってみます。軽くこすっただけで結構落ちたので、クリームクレンザーだけでも大丈夫そうです。前回の動画で教えていただいた方法を試せればよかったんですが、撮り始めたのが夜なんですよね。で夜は何が出るかというと、クマが出るんですよね。今回は用意してなかったのが悪いって感じですね。まあ、クマに敗北したのが一番の原因ですけど。これでトッププレート表面の清掃完了ですね。14、15分ぐらいかかりましたが結構綺麗になりました。
メイン基板の割れた部分を貼り付けた瞬間接着が乾いたと思うので外してみます。間段差になってますが、しっかりくっついたと思います。これだけだと少し心配なので、ちょっと強度を上げます。こちらで強度マシマシにしておきます。これで硬化するまで置いておきます。その間にヒューズが来ればいいんですけどね。ヒューズ3日ぐらいかかるみたいなんで、まだまだ先ですね。ヒューズが届いたので続きをやっていきます。2本で400円ぐらいですね。Amazon だと海外製もうちょっと安いかもしれないです。これ日本メーカー製なので若干高めですね。もともとついてたものと比較ですね。下側がもともとついてたもの。上が今回用意したものですね。大きさはほぼ一緒ですね。ちなみに上が PSE マークちゃんと入っています。下が 16A に対して上は 15A です。これしか日本にはないですね。ということでこれと交換していきます。取り付けはハンダ付けしても意味ないので圧着しておきます。しっかり圧着できました。引っ張っても抜かれるので大丈夫だと思います。これで元に戻していきます。次にシリコンのサポート幅に合うように曲げます。適当でも大丈夫だと思うんですけどね。こんなもんですかね。これでヒューズ交換とサーミスタの確認が終わったのでコイルは終わりです。次にマグネットプラグの裏の部分ですね。かしめてある端子があるんですが、その間からヒゲのように配線が出てしまったので、かしむごと交換します。拡大してみると、芯線ほぼ出てしまってます。これは大丈夫だったんですかね。反対側はまだ少しマシってぐらいですね。交換しておきます。交換はこちらの丸型圧着端子にしておきます。こんな感じに圧着できました。一応ネジ部分のこちら側ですね、にネジロック剤を入れておきます。浸透性一応あるらしいので、これでも大丈夫だと思います。本来はネジロック剤を塗ってから締め付けます。これで交換できました。この方が信頼性高いかもしれませんね。わかりません。割れていた基板部分の接着剤しっかり固まりました。これで強度は出ると思います。念のため一度ハンダを溶かして慣らしておきます。これで割れてしまった部分は完了ですね。あとは他に破損部分はないので、メイン基板はこれで完了ですね。確認できた破損箇所の修理が終わったので、組み立てていきます。
コイルのケーブルの締め付け部分、収縮チューブ噛み込んでますね。少し除去しておきます。反対側もなってますね。切り取っておきます。サーミスタに熱伝導グリスを塗っておきます。忘れていた電源コードの清掃をしておきます。ネジの頭は錆がひどいので、こんなの使ってみます。ネジザウルスリキッドですね。半額ぐらいで投げ売りされてたんですよね。まあ、落ちることを期待して使ってみます。かなりの匂い出ますね、このリキッド。ただ紫色の何かがいっぱい出ています。効いてそうですね。しばらく置いておいたので拭いてみます。かなり錆び落ちました。もう少しだけつけておきます。マグネット部分も若干錆びているのでまとめてやっておきます。ほぼ錆が落ちましたね。錆落とし後はよく水洗いするみたいなので洗ってきます。というか、流していいんですかね。ダメそうなので何かに吸収させて廃棄します。洗ってきました。初めの状態と比べるとかなり綺麗になりましたね。このリキッドすごいですね。まあすごいんですが、部屋の中がものすごい匂いになりますね。使う際は注意です。ついでにナットもピカピカになりました。錆の深い部分は後になりますね。そして受け皿に使用していた塗料皿ですね。これはなんかすごいことになりました。腐食しちゃってますね。これは注意ですね。電源コードの清掃終わりました。錆び取りリキッドすごかったですね。かなり綺麗になりました。まあ匂いもすごいんですけどね。次は動作確認をします。で、動作確認は2回に分けてあります。単純に電源が入るかどうかと、しっかり沸騰するかどうかですね。しっかり沸騰するかどうかは別の場所でやります。マグネットプラグを接続します。電源入りましたね、一瞬。電源ボタンを押してみます。見にくいですが表示されてますね。電源が入るまで確認できたので、沸騰するまでの最終確認は別の場所でやります。沸騰までの動作確認をします。使うのはフライパン。水を入れます。電源入れます。加熱ボタンを押します。タッチパネルの動作確認をしておきます。マイナス、プラス。そしてタイマー取り消し。大丈夫ですね。もうすでに湯気が上がってますね。
っかり沸騰しますね。大丈夫ですね。しっかり沸騰するところまで動作確認できたので、これで修理は完了ですね。ということで今回はニトリの IH クッキングヒーターを修理しました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。内容いいねと思ったらグッドボタン。また見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。これでコンパクトでしょう。ね。